コラボめっちゃやってんのになんかあんま効果立てる気ひしんのですわ。助けてください、メテオ先生。どうも、のみやです。カットされてバーチャル YouTuber になりました。VTuber 講師、ディスコ店メテオです。VTuber 講師シリーズ第9弾はですね、前回第8弾のコラボの後編となっております。大まかにこの3つについて解説にしていきますね。こんなコラボは意味がない。効果的なコラボとは、コラボを成功させるためには、特にこんなコラボは意味がないの例は、マジでよくやってると見かけるんですよね。さっきも言った通り第8弾のコラボの後編なので、前回の動画を見てからこちらを見ることをおすすめします。後でもいいんだけどね、前編後編両方を見ることで理解が深まると思います。もちろん他の VTuber 講師シリーズも一緒に見てくれるといいんだけどね。てなことでチャンネル登録、この動画の高評価、そしてできれば Twitter のフォローまでしてこの動画を最後まで見てもらえればと思います。質問があるときはこの動画のコメントに書いてもらえれば返信で回答したり、今後の動画の参考にしたりもします。動画アップをとかでもいいのでコメント残してくれたら嬉しいよ。こんなコラボは意味がない。前回コラボ超大事っていう話しといてってなるかもしんないんだけど、いくら動画を上げてもいくら配信してもいくらツイートしても意味のないもんばっかやったらその努力って無駄じゃん。むしろファンが減ったりとかすることもあると思う。コラボも同じで、どんだけ頑張ってたくさんコラボしてもその目的が自分のチャンネルの成長とか自分の知名度アップとかだとしたら、それに繋がらないケースってぶっちゃけ意味ないよねって話。具体的にどんなコラボが意味ないのか分かりやすいように3つに分けて説明するね。1個目、ウィンウィンじゃないコラボ。2個目、クオリティが一定ラインを下回ってしまうコラボ。3個目、自分の良さが出せないコラボ。この3つはマジでやめた方がいい。ウィンウィンじゃないコラボについては前回の動画でもちょっと説明したんだけど、主催側は相手にもメリットがあるっていうコラボを考える必要があるよね。それが楽しいとか好きなゲームを人とできるとかっていうのでも何でもいいんだよ。終わった後参加者全員がこのコラボしてよかったなーって感情になることがめっちゃ大事だったりとかする。じゃないとその先に繋がんなかったりとか、視聴者さんにもそれが伝わったりとか、活動が楽しくないみたいになって悪循環に入っちゃうんだよね。そのよかったながあるからまた次のコラボに繋がったり、視聴者さんがまた来てくれる。マジこれは大前提として超大事です。クオリティが一定ラインを下回るコラボ。 VTuber でクオリティが低いって言うと、見た目のことを想像する人が多いと思うんだけど、今ってさ、ある一定レベル超える人がほとんどじゃん。だから問題ないかなと。そこで気をつけるべきはサムネ、背景とか配信画面とかのこの画面の見た目、そして3つ目、音。この3つがめっちゃ大事なんよ。で、サムネデザインとさ、まずさ、新しい人が来てくれるそのポチって押すクリックの率がめっちゃ下がるわけ。これは分かりやすいよね。配信画面とかこの背景とかがチープだと、せっかく面白い話してんのになんかちょっとチャンネル登録はなみたいな感じの視聴者さんが意識してないところでチャンネル登録までの率が下がったりとかする。これはモデルが動く動かないっていうよりも見栄えの問題かな。なのでコラボ相手が立ち絵だとか自分が立ち絵の時があっても別に OK だと思う。もちろん動いてた方が楽しいんだけどね。最後に音について、これ実は一番超重要なんですよ。 VTuber の見た目のクオリティってクリエイターさんたちの努力によってそこまで差がないケースって多くなってきてるよね。このタイミングで音、声って思ってる以上に大事なポイントなの。メラビアンの法則って知ってる？人がコミュニケーションを取るときに何が伝わるかっていう話なんだけど、メラビアンの法則によると言語情報が 7%、 聴覚情報が 38%、 視覚情報が 55%。 何か物事を伝えようとするときにこの割合で伝わってるっていう心理学上の法則なわけ。言語情報ってのは何を言ってるか、どういう言葉を使ってるか。聴覚情報ってのは耳から聞こえる音の話ね。例えば声の抑揚とかがこれに当たる。視覚情報は目に見えてるもの、表情とか身振り手振りとか。 VTuber の場合、実写の人間の表情よりも伝わる情報が少ないってのはなんとなくわかると思う。例えば今のメテオの笑顔は笑顔なんだけど、笑顔ってさ、実写の人間の場合って何%の笑顔かとかってあるじゃん。でも私の場合はこの笑顔は笑顔になっちゃうよね。他にも口は笑ってるのに目は笑ってないとか、そういう細かな機微がまだまだ VTuber の姿だとなかなか伝わらないポイントかなって思うんだよね。だから音とか声が伝えてくれる情報って実写の人とかよりも重要性がかなり強いの。だからこそマイクやオーディオインターフェースっていう機材に結構な金額をかけてみんな揃えてたりとかするんです。
音についてもう一個伝えておきたいことがあるんだけど、コラボのほとんどってディスコードっていうアプリの通話を使ってるじゃないですか。で、そのディスコードの音質が悪いと知らず知らず視聴者さんのストレスになってたりとかするのね。これはマジで視聴者さんも無意識だと思う。私もいろいろ苦労した部分ではあるんだけどさ、笑い声が割れちゃったり、高い音がブロックされて何言ってるか分かんなかったり、回線の関係でそもそもロボってたり、マイクの質が悪くて声がこもったり、そもそも直接音を聞くよりも音が劣化してるんだよね。実はこれディスコードの設定である程度は解消できるんだよ。私もディスコードの音声マジで苦労したんだけど、これ先端局所さん、センターさんから教えてもらって、他の人の視点での私の声の音質がめっちゃ良くなった、めっちゃ改善されたので、一例としてこの設定紹介しておきます。ディスコード設定気になる方はここで一回止めて、この設定と合わせてみてください。回線問題は別なんで、それはおのおのどうにかしてもらうっていう話なんですけどね。3つ目の自分の良さが出せないコラボ。これはね、マジでめっちゃやってる人多いから、いくつかのパターンがあるんだけど、コラボする理由って前回も言った通り、プラスの効果を狙ってるわけじゃん。でもそのプラス効果がマイナスに働いたりするパターンがあるんですよ。それが自分の良さが出せないコラボ。これも3つくらいに分けて説明しようかな。1、そもそもめっちゃ緊張して自分が話してる時間がほぼないから自分の良さが全く出てないコラボ。2、同じタイプ、系統、ジャンルの相手とのコラボで話せば話すほど自分の上位互換だってなった時のケース。3、自分の良さは出せた部分もあるんだけど、その他の部分で相手の良さを消しちゃったりとかする出しゃばっちゃったパターン。この3パターンが大きく分けてあると思っていて、これ何にも考えずひたすらコラボ配信してるとマジでやりがちなのね。何回もコラボしてもマジで伸びないってのはこういうケースが多かったりとかします。ちなみにこれとは別で MC とか主催はゲスト側よりも伸びにくいっていうのもあるんだけど、それは別の機会に話しようかな。これについて気になる方はネットイベントのベテラン MC 百花繚乱さんがこのトークコラボの時にいろいろ話してくださってるので、こちら見てみてください。1個目のそもそも緊張したりとかして自分が話してる時間がほぼないパターンね。これは改善案ってのはめっちゃ簡単で、同じ人と何度もコラボして緊張なくすとか、コラボ自体になれるとか、あとどうしても緊張する人はそのコラボのために原稿を先に準備するみたいなことはできるよね。これ結構どうにでもできるパターンだと思うから、めっちゃもったいないんで、いつもの自分を出せるようにぜひ努力してみてほしい。動画勢だとねまだいいんだけど、生放送でコラボするとなったら結構デメリットになるかも。2個目の同じタイプとか系統、ジャンルの相手とのコラボで話せば話すほどさ、相手が自分の上位互換になっちゃってるケース。これね、一番無意識だと思うし、一番みんなやらかしてると思う。相手が自分よりも YouTube のチャンネル登録とかフォロワーさんとか持ってるケースだとより多いんだけど、そのコラボ相手のなんていうのかな、エンタメ力とかコラボ力、レスポンス対応力、コミュニケーション力みたいなのって数字を持ってれば持ってるほど、有名であればあるほどそういう力持ってたりとかするんだよ。そういうの持ってるからこそ人気になってたりとかするんだけどね。例えばメテオって陽のオーラ放ってると思うんだけど、陰のオーラを放ってる人とやった時に相手のそういう力が強くてもあんまり目立たないんだけど、メテオみたいな陽のオーラを持ったメテオの上位互換みたいな人とコラボした時にメテオかすむと思わない？そういうことだから、タイプが違えばあんまりそこにフォーカスされずに、全然違うタイプで面白いねってなるケースが多いんだけど、同じ系統、同じジャンル、同じタイプの人だと力の差が浮き彫りになってどうしても見劣りするの。ちょっと怖い言い方すると、自分のファンだった人がその人がいいってなっちゃうケース絶対あると思うんだよね。他にも例を挙げると、シチュエーションボイスをコラボ生放送でやりますみたいな企画があったとして、声の質が近い相手とヤンデレのシチュエーションボイスを実演してみたとしよう。そしたらさ、声も似てるし相手の方が演技力がすごかったらちょっと考えるとゾッとするよね。対応策としては、そもそもそういう人、同じジャンルの人で力のある人とコラボをしない。2つ目は自分が努力して自力をつける。この2つくらいかな。もちろんね、同じジャンルの憧れの人、モデルケースにしてる人とコラボしたいって気持ちはわかるんだけど、そのリスクも知っておく必要はあると思う。力が拮抗してるぐらいだったら問題ないかな。3つ目の自分の良さが出せた部分もあったとしても前に出すぎてコラボ相手の良さを消してしまう
出しゃばりパターン。これね、私が一番やりがちなパターンなんだよね。マジで意識してないと、コラボ相手の視聴者さんから反感食らったりとかもするし、出しゃばんなかったら面白い人だーとかで終わって見に来てくれたりすることもあるかもなのに、出しゃばったがために印象が悪くなっちゃって、その視聴者さんから嫌悪感を抱かれるケース。これによって前回説明したさ、コラボのメリットってやつが一切なくなっちゃったりとかするわけよ。もったいないよね。この3パターンやってませんかっていう話。振り返ると心にナイフがぐさぐさ刺さるんだけど、めっちゃ痛い話だよね。コラボをいっぱいやってる人で思うように伸びてない人はこの3パターンのどれかに当てはまってるかもしれない。心痛かったり考えるとしんどかったりとかするとは思うけど、見直してみてほしいんだよね。コラボは何でもやれば伸びるってわけじゃないんだよ。ただの加速装置であって自動装置ではないんですね。2、効果的なコラボとは。ここまででどんなコラボが意味がないかは分かったと思う。じゃあ効果的なコラボってどんなコラボなんだろうって話。簡単に言うとね、意味がないコラボで紹介した例の真逆でございます。例えばジャンルが違う人、自分の真逆のタイプとコラボしたりとか、同系統のタイプで自分の方が力があったり同じぐらいの力がある人とのコラボ、自分の良さが存分に発揮できるコラボ、あと前回も話してた同じ相手との定期コラボっていうのもめちゃくちゃ有効なので覚えておいてください。3、コラボを成功させるためには。主催の企画、コラボの成功のためにって話をし始めるとちょっと長くなるんで、それを横に置いといて実際にコラボする時の話をします。コラボって成功させるためにはコラボ相手との信頼関係と関係性の構築ってのも大事なわけだから、何度も言ってきた人としてってのがマジで大事だったりとかします。例えば連絡早くしたり、人が喋ってる時に遮らなかったり、相手を尊重したトークっていう話。特にね、トークコラボの場合は相手の話をよく聞いて反応してあげるっていうのも意識すると、それだけで一段階トークの掛け合いが面白くなったりとか空気感が良くなったりとかします。出しゃばりを避けるっていう意味もある。最初にさ、こんなコラボ意味ないっていう話の中で出した出しゃばりパターンの逆のやつだね。これ VTuber の大手事務所に所属してて人気の人とか個人勢でめちゃめちゃ伸びてる方々のコラボとかを見てると、大人数でもこれがちゃんとできてることがわかるんだよね。まるでさ、話す順番が決まってるかのように同じタイミングで話すことがほんと少ないのね。最近私めっちゃ豪華なメンツでアモアスした時にそれ思ったんだよ。有名な人たちってなんて言うんかな、話の順番察知みたいなスキル持ってるんだよね。それが分かりやすいのがアメリカザリガニ平井さんと井上卓さんが来てくれたこのコラボなんだけど、これ3時間ぶっ続けて台本なしで喋り続けたコラボなんだよね。アメザリ平井さんって芸歴27年の大ベテランの芸人さんであり VTuber さんなんだけど、この3時間の中で私と話し始めるタイミングが被りそうな時にピタって声出すの止めてくださってるんですよ。どういうことか知りたい人はそこに注視してこのアーカイブ見てほしいんだけど、多分ね、喋り始めの呼吸とか息をこのって吸ってたりとかするので察知してくれてるんじゃないかなって思ってんのね。こういうのがあるから喋り始めが被ったりとかして会話がこうチャる、空気が止まるみたいなことはなく、視聴者さんからしても見やすいし、喋ってる方としても気持ちよく喋れて会話がごちゃらないっていう状況になってるんだと思うんですよ。改めて学ばせてもらいましたね。これが人気な VTuber さんたちのコラボではマジで頻発してんすよ。今後ね、有名 VTuber のコラボ配信とかを見るときは一回この視点で見てみると面白い気づきがあるかもしれません。もう少しコラボを盛り上げるようなトーク力が欲しいと思ってる人向けに、自分自身をアピールできるような話す力をつけれるようなこんな本も紹介しておくね。メテオ結構話し方とか伝え方の本をたくさん読んできてるんですけど、この本は元吉本興業の名物マネージャーであり人気講師でもある人が書いてる本で、嫌な話題を振られた時の対処方法とか、ピンチの時とか頭が空っぽになっちゃったらどうするのみたいなテクニックがいろいろ満載なのでめっちゃおすすめの本です。案件じゃないですよ。この本のリンクは概要欄に貼っておくね。他にもね、話し方とか伝え方の本をいっぱい読んでるので、またその辺もね、いずれまとめた動画とかもアップしたいなと思ってるんだけど、それ知りたいとかって思った方は動画のコメントで教えてください。ということで今回のまとめ。1、人としてってやっぱり超大事。2、コラボはあくまで加速装置。3、音って案外大事。前回と今回でコラボについてだいぶ理解できて改善点とかが見つかったんじゃないですか。前回と今回2つの動画を頭に入れていろんなコラボを見てみるとよりいろんな気づきがあるんじゃないかなって思います。他にももっと
いコラボを世に送り出すためにはっていうアイデアが浮かんできたりとかしてる人もいるかもしれないので、そういうのがあったらコメントで教えてね。ってなことで、第9弾コラボについて後編は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画の高評価、YouTube のチャンネル登録、Twitter のフォローなどもぜひよろしくお願いします。あなたへのおすすめはこちら。それではまたお会いしましょう。ディスコデメデオでした。